ここは都内にある風変わりな喫茶店、角芸喫茶ハメジュン。今週も屋根裏部屋からお届け。いや今年も残り一月となりましたね。オトアス今年は何かやり残したことありますか？いやゲームばっかりやってて、部屋の片付け、掃除、衣替え何もしてないです。衣替えなんかね、今年結構その寒暖差がちょっと特殊で、冬もねちょっと暖かかったじゃないですか。そうなんですよ。マスター衣替えしました？予定があります。やんないやつじゃないですか。ちなみに衣替えする予定ありますよ。マスターは残り1ヶ月ですけど、なんかやり残したことあります？やり残したことダイエット、ちょっと体脂肪率を落としてて、はいそれが今年にどこまで落ちるかっていうところちょっとやりたいんだけど、やり残したことといえばそれ。何1桁目指してます。1 1桁桁9%までいきたい。あと1ヶ月でわかんない、いかないかもしれない。応援してます。頑張ります。頑張ってください。お、いらっしゃい。ストリートファイターで活躍中のお二人じゃないですか。いらっしゃいませ。こんにちは。お願いします。お願いします。お願いします。1人目のお客様は投げキャラや重量級キャラを愛用する板橋ザンギエフ選手。読みの鋭さを武器にカプコンカップ2018準優勝など国内外の大会で実績を残すプロゲーマーです。もう一人のお客様は初めてのご来店となるフゲラ選手。カプコンプロツアー2021日本大会7位入賞など数々の大会で活躍、バイソン使いとして有名な強豪プレイヤーです。2人の出会いっていうところからちょっと伺いたいなと思います。出会いそのものは覚えてないんですけど、当時そのスト4シリーズで、はい、プゲラってやつが、今福岡でめちゃくちゃ強いぞと、プゲラに勝てる人がマジでいないらしいよって話を聞いて、はい、やっぱこう名前が聞こえてくるみたいな、その後に、トパンガリーグっていう大会でこう当たって、死闘を繰り広げたのは覚えてますね。なるほど。はい、実際に戦うより全然前から、板谷さんはとても有名だったので、お名前は金金っていう感じだったんですけども、直接戦うまではブランクが多分その時少しある期間だったのかなっていう感じで、そのバージョン的なところでトパンガリーグ大会で当たったのが初めてですね。実際に当たってみて印象いかがでした？当時、伊吹っていうキャラクターをプゲラを使ってて、こうテクニック系とかもう素早い動きが、特徴のキャラクターなんで、それをやっぱふんだんにキャラの特性を生かしてるっていうところで、他の人じゃできないことっていうのはやっぱもうふんだんに取り入れてるところがね、やっぱりすごい印象的でしたよね。最初戦うまではちょっと舐めてかかってたみたいなところがあって大したことないぞと。いやこいつレバー回してるだけじゃないかっていうことですね。しばらくちょっとなんか見てなかった気がするし、ああそうかそうか。なんかそのバージョンが新しくなってまたすっごいやり込み始めたっていうのは聞いたけど、ってことはその期間ソウルキャリバーやってた。そう一緒にやってたんですよ、ソウルキャリバー。そうなんだ。でそれが終わった後に多分ウルコーになってってことですよね。多分そう自分がスト4シリーズを触ってない時にプゲちゃんが出てきたみたいな。なるほど、そうか、確かにそういうぐらいのタイミングだったのかもね。で僕ちょっと残儀戦も得意なつもりだったので、対戦するまではちょっと舐めてかかっちゃってましたけど、ブランクあるしいける人と、やってみたらめちゃくちゃ細かいテクニックで、なんかすごい相手のどんな動きでも投げていくみたいな感じのプレーをこなしている方で、すごく印象変わりましたね。すごいな。なるほど。実際対戦してみて変わったっていうことなんですね。結構その2人がその話し始めたのっていうのはいつなんですか？やっぱりそのトパンガリーグで出会って対戦してから。ゲームセンターで例えば大会とかで一緒になって対戦して、なんか気づけば喋るようになったじゃないですけど、だからあんまりその慣れ初めみたいなのね覚えてないですよね。そうですね、最初っていうのがあんまりないんですけど、多分その大会で当たったことで、知り合い状態じゃないですけど、多分最初が入りがスッとお会いした時にスッといけて、最初に刃を交えたのでそう知り合いなんだっていう状態から始まってるっていう。確かに喋ったことなくてもみたいな。なるほど。でこの板橋産業選手ってかなりなんか意味わかんないこと喋るじゃないですか。大丈夫でした？すごい。でも負けじとこちらも。プゲちゃんもいやそうなんですよ。意味わかんないじゃないですか。それ言ったら、お互い結構格闘ストリートファイター5業界では、そのちょっと方言が
強い人たちだなって思ってて、俺はプケちゃんに言ってることわかんねえぞって言われたら、いやそれはあなたに言われたくないよみたいな話になるかもしれないですよね。まあ最近やっぱりねこれからその話するんですけど、やっぱりストリートファイターリーグでその喋る機会も増えて、はいはいはい、ちょっと間延び出つつあるのかなというふうな印象もあるんですけど、そのあたりどうなんですかね、そのちょっと不思議なイメージがあるんですけど、はい、どういうところからああいう発想に至るんですかね。発想インタビューとかですよね。そうですね。正直振られるまでは喋ることを考えてなくて、考えていない。勝ったらインタビューされるみたいなところもあったりするから、そういう形式ですよね。そう特に考えてないパターンが多くて、あそうだインタビューされるんだったみたいな感じで来て、だからもう脳みそに出てきたものを羅列するような感じで脳直なんだな。嘘。そうなんですね。10月から開催されているストリートファイターリーグプロ JP2021、板橋ザンギエフ選手はコミファーデトネーション、ブゲナ選手はグッドエイトスカットから左遷。お二人にリーグの対策について伺います。去年も同じ4人チーム制で、3人出て1人残るっていう形だったと思うんですけど、はい、去年の練習の仕方も当時も試行錯誤してかなり頑張ってやったんですけど、その時何が足りなかったのかなっていう反省点をそのまんまちょっと今回グッドエイトスカットにぶつけまして、そうなんですね。みんなで練習の仕方をしっかり確立してやっていこうっていうふうにしてますね。具体的にはどういったところがその去年の反省点になったんですか。チームが集まった時に、見せ合うっていうのが去年のやり方だったんですね。今年は集まれるのって結構タイミング合わせるのも合わなかったりもするから、一人でやってるラウンジとかでも画面をチームメイトが見れるように展開しておいて、とりあえずその共有しておいて、暇な時とかに見たりして、ああだこうだ言ったりとか、君はいけると思うとか、出るのはやめた方がいいとかそこで忌憚な意見を交換して、そのチームとしての作戦を固めていくみたいな。そうですね。それでなんかチーム内でのこいつを対象にすべきだとか、そういうのを完全に共有できてるのが、今のところのいいところなのかな。なるほど。そしてじゃあ板橋ザンギエフ選手、もう本当に何度もリーダーとして参戦されてるわけですけども、今回はいかがでしょうか。今回は自分プラス若手3人っていうね、そういう4人で今回は臨んでいて、若手を育てるじゃないですけど、やっぱこれを機に一皮向けるみたいなのをできたらいいなみたいなところで、それがしっかり大会で出てるチームすごいあるんで、そういう意味ではうまくいってるところもあるかなと思ってますね。ただやっぱり勝ち負けで言ったらやっぱり難しいところも結構あるのかなっていうふうには今思ってますね。ストリートファイターリーグ的に言うとやっぱりその板橋ザンギエフ選手ってすごくリーダーを何度もやっていて、やっぱりその事前の取り組みですとかそういうところが、すごい評価されてる印象があるんですね。そのあたりっていうのは今年はいかがですか。今回はこういう感じで取り組んだ方がいいかなっていうところで、情報共有だったり攻略の共有とか、雰囲気の共有とか気持ちの共有とか、やっぱモチベ高い組み合わせと、モチベ高くない組み合わせ絶対あるんですよ、メンバーによって。そこをやっぱ気持ちよくプレーする上でも結構大事かなっていう。もちろん勝ち負けも見るんだけど、最終的にやっぱ自分はこの人マークすればいいんだなとか、本当にみんなきついって言うんだったらじゃあ俺が行くみたいな。なるほどね。そういうところはあったりとかしますし、トータルのバランスを持ってやっぱ取り組んでいくっていう。だからすごい有利ないけるもあるだろうし、勝ったり負けたりできるみたいな。いけなくない。そういう話をしたりとかしましたね。私も4人グループで普段活動してるんですね。確かに。そうなんですよ。お二人はチームワークを高めるために何か心がけていることとか、チームでやっていることはありますか？お互いのやっぱしその気持ちっていうのをしっかりやっぱり共有することでチームワークって絶対上がるんで、みんなでチームワークよくしていこうぜっていう気持ちで、それをちゃんと目指すっていうのが大事ですよね。
なるほど、話し合いとかって毎試合終わった後とかってするんですか？反省会とか。やりますね。反省会は毎回やってますね。はい。お互いにアドバイスし合って高めていくためにちょっと褒めるのなしみたいな褒めない。うまいのはもういいからみたいな感じで、もう分かっとる、それよりももうダメ出しのみで直せるところを言う。そうです。分かったよ、お前がスキルスマッシュ体育うまいのはってことですよね。もう多少のチクチク言葉もやむを得ん。多少のチクチク言葉もやむを得ない。12月9日のリーグ本節最終戦でお二人が所属するチームが直接対決。その意気込みを伺いました。やっぱりグッドエイドスカットすごい強いチームなんで、こちらとしてはもう全力でぶつかっていきたいなと思います。本節の最終日、ということで本節を締めくくるにふさわしい試合ができればなと。我らのギャラクシーでギャラクシーギャラクシーって言った今で板山さんの率いるコミファーデトネーションを飲み込めればなと思います。ギャラクシーで飲み込んでいく。ありがとうございます。飲み込んでいくブラックホールかな。世界19地域で年間チャンピオンを目指し熱戦が繰り広げられているカプコンプロツアー2021。10月末には日本大会3が行われ、梅原選手が優勝、板橋ザンギエフ選手は13位タイ、プゲラ選手は7位タイという結果でした。あの時は早い段階で梅ちゃんと当たったんですよ。しかもね、配信台じゃないけどとんでもないいい試合だったっていう話はすごい聞いていて、大きな読み合いのポイントを 1,2 個読み分けてしまって、自分としてはやっぱそこでね読み勝ってたら結構いい線いったなっていうのはあったんですけど、結構競り負けてしまって、そっから梅ちゃん優勝したんですよね。そうですよね、梅原選手。なるほどっていうねなるほどその負けた時にやっぱ川山をしちゃうんですけど、もしここで梅ちゃんに勝ってたらとか言ってこうなぞっていくみたいなね、ここ勝ってたらなっていうのがねやっぱりどうしても出てくるんでね、それをね次に生かしたいなと思いますね。なるほど。実はCPT って何年も前からオンラインでもオフラインでも参加してきてるんですけど、やっと初めてベスト8に残って。そうなんだ、トップ8初めて。そうなんですよ。トップ8の初っ端ダルシム戦というところで、もちさんの何かに飲み込まれて、もちさんのねこれはもうリーグに生かすしかないなっていうふうになって、次当たる時のための準備にすることで、無理やり自分を納得させて。下馬評だとプゲラ選手は勝つんじゃないかと言われた組み合わせだったんですけど、そのダルシムのそのモチ選手がプゲラ選手を圧倒して全員が驚いたという。なのでトップ8に残ることはできたんですけど、2日目は最速で終わっちゃって、大会終了まで本当に魂抜けてましたね。まだまだお話を聞いていたいのですが、そろそろプロのお二人の対戦が見たくなってきました。板橋ザンギエフ選手、プゲラ選手、お願いできますでしょうか。はい、もちろんです。お願いします。やりますか。お願いします。やりますか。1試合選手で対戦していただきます。板橋ザンギエフ選手 VS プゲラ選手。負けちゃうと、プゲちゃんから不思議な言葉をまた展開されてしまうんで、それを阻止しようかなと思います。この後に、本節で小節ぶつかるということもあるので、チームメイトにザンギさんに自分いけるかもって言えるように、ここで勝っておきたいと思います。はい、ありがとうございます。それでは準備して始めてください。まずこのザンギフ投げキャラなんで、相手の攻撃を受け止めつつじっくりチャンスを奪っていく。対するこのバイソンはボクサーということで突進技がすごい強力ですので、中間距離遠距離からその突進力を生かして嫌がっていくって感じですね。この組み合わせに関してはバイソン側はアウトボクシングになってくるんですが、まず板橋ザンギエフがすぐさまチャンスを握ったスクリューパイルドライバー、そして板橋ザンギエフのこのザンギエフ V スキルのアイアンマッスルを使って相手の動きを受け止めながら前進していきます。亀足、こうなってくるとプゲラとしては押し返す必要があります。 V トリガーはノーマーシの2本トリガーもう溜まっている。ダッシュを止めたのは板橋ザンギエフです。少しずつガメ足が近づいてきた強パンチにアーマーを合わせて、さあガメ足ヘッドバス暴れているのはプゲラ。そしてここで FFB ダッシュストレートを強化して押し返す体勢を整えました。あとプゲラの体力が心もとない。
削られてスクリューで終わってしまう状況ですから、丁寧に進めていきます。ここもじっくりと時間を使っていく。当然板橋残虐はもう攻める必要はない。このリーチを生かして少しずつプゲラの体力を削っていけば OK。 ちょっとずつですね時間がなくなってきてるんですよ。こうなってくるとそろそろプゲラ行かなくてはいけませんが、当然それは分かっている。反射の地獄好き、一体何万発打ってきたのか。しゃがみ弱パンチで削り取りました。まずは板橋残虐、しかもゲージフルゲージ。一瞬の隙をついてプゲラは FFB ダッシュストレートを強化。出ないジャンプ中キックからクリティカルアーツ、ボディショイ、ロシアンスープレックス、フルゲージ全て使い切っていった。ゲージを全部使うんでめちゃくちゃいります。さてこれで板橋さん大幅に優勢だぞ。スクリューを決めてプゲラ後がありません。ゲージはあるんですがどうやって逆転していくのか。下段ガードしている。ここもスクリューまだ残るが空前の灯火。あとはみんなに感謝して300マッチ押すだけか。次がプゲラどうする。苦しすぎる。ゲージはあります。ただどうチャンスを作ればいいか。ザンギエフが歩いてくる。やめ足取っている。削り取ったエキシビションマッチ、勝者板橋ザンギエフ。アルティメットなスクリューが決まったかなと思ってよかったなと思います。ありがとうございます。謎のワールドが展開されましたね、逆にね。そして惜しくも敗れてしまったプゲラ選手、いかがだったでしょうか。やはり不思議なワードが出てきましたね。不思議なワードが出てきましたね。これは負けたものとして重く受け止めたいと思います、この言葉は。はい、この試合勝敗の決め手になった勝負の決め手になったところは一体どのあたりにあったでしょうか。板橋残虐選手いかがだったでしょうか。そうですね、なんかやっぱ序盤なんかリードできたっていうところがありますね。こう自分のこうやりたい動きが結構噛み合って、こうリード展開でそれをしっかり守るってことがまあできたかなっていうふうに思いますね。結構いわゆる小技割り込みスクリューが決まりましたね。そうですね、そういうところもいいスクリュー入ったかなと思います。逆にプゲラ選手はどのあたりがちょっと苦しかったっていうポイントになりますかね。なんか序盤なんかリードされてこっちの狙ってることを分かった上で、リスクを抑えながらチクチクと前に来られたっていうところをさっと返せなかったのが、その後の中盤苦しい展開にまで響いたのかなっていう感じですね。ありがとうございました。ありがとうございました。初心者オトハスが格ゲーにチャレンジ。格ゲーレッスン。ここからは格ゲーレッスンのコーナーです。今週は板橋残虐先生にお越しいただいております。お願いします。よろしくお願いします。オトハスまたコンピューター戦からこうやってですね、こう先生に今の動きってところを見ていただきたいんですけれども、コンピューターレベル5ぐらいはいけんじゃないの？今回は先生の使用キャラクターであるザンギエフをセレクト。CPU レベル5でレッスンスタート。近づかれたくない。オートハスはねコマンドがうまいんですよ。いいね、マジでミスがない。もう R であっち行けできてますよ。おっと近づかれる。反撃。おい来ないでください。でもこれでいいって習いました。これでいい。そう来るまではこれでいいんだって。この強度の違うこの飛び道具をね確かに使いジャックも出してるし。いい攻撃を見せていたオトハス。しかしザンギエフのダブルラリアットで対空されてしまい、そのままスクリューパイルドライバーを決められてしまいます。V トリガーも出せる。どうしよう。上これちょっとコンピューターレベル5じゃ相手にならんな。いや第2ラウンド開始直後はオトハスが積極的に攻めて先制します。しかし接近しすぎたことでスクリューパイルドライバーを決められると、そのままザンギエフの攻撃を受け続けることに。
コンボ急に対応してきたね、ザンギエフが。確かに近づかれるとまずいですね。コマンドうまいからなんか教えたら多分すぐそのコマンドが出せそう。かかれ。やる。どうしようかな。いいよ、逃げて。波動拳2回パンチが出せるといいな。波動拳2回パンチ。おっとパンチね、それキック。パンチあ、これ、あ、惜しい。もう一回もう一回やってみよう。下前下前パンチ。左手を2回入力して押す。知りたいです。波動拳2回パンチ。これどうですか？まずザンギエフと戦ったことがあんまりないので、はいはいはい、どうして私は今投げられたんだろうっていう気持ちになってザンギエフが投げたい時私はどういう動きをすればいいのかっていうのがちょっと分かんなかったなって勝ったけど、なるほど、はいって思っちゃいましたね。でもまずザンギエフに寄られちゃいけないっていうふうに本能的に察したオトハスはね、確かに良かったんじゃないかなっていう、で投げに関してはザンギエフの投げ前ってすごい広いから、結構そのザンギエフに寄られたからやっぱ投げられちゃったかなっていうところが大きかったから、はい、だからもっと寄せつけないぐらいの感じで戦ったら、まあ、投げられることも少ないかなって思うから、近づいてきたらどうすればいいんですか？近づいてきた時にめっちゃ来たら近づいてきたらでラシードってすごい機動力あるからまずして下がるでラシードって三角跳びがあるから、はい、壁にジャンプしてピョンピョンってやつですよね遠くに逃げるみたいなとかイーグルキックを使って、はい、こう相手から反対側に逃げるとか結構いろんな動きができるから、はい、そういうところを使えるようになれば、広いスペースを使って戦うことができるので、はい、それはもうおいおいやっていければいいかなと思います。頑張ります。ということで本日も閉店のお時間となりました。オトハスいかがだったでしょうか？お二人の対戦が楽しいのはもちろんなんですけど、トークにもお二人の個性がめちゃめちゃ濃く現れていて楽しいなって思いました、そうですね、なんやかんや結構5回ぐらい遊びに来てるんですかね。そうなんですよ。5回6回もう今日も安定して満喫できたかなと思います。またいつでも遊びに来ますんで、はい、ありがとうございます。僕初めて、この喫茶店に来たんですけども、こんなに面と向かってお話しする機会なかったと思うので、これまでトークに徹すると言いますか、ちょっと、緊張した場面もありましたけど、なんかすごくいいもんだなってよかったです思いまして、その隣のザンギさんの話を聞くだけでもこっちもなんか楽しいですし、なかなかそういう機会なかったんで自分のことを含めて話す機会得られたのはすごい嬉しかったです。またぜひ遊びに来たいなと思います、ありがとうございます。ということで、今夜の影一ダメ順お客様は板橋ザンギエフ選手とトゥゲラ選手でした。またのご来店をお待ちしております。ありがとうございました。ありがとうございました。次回は大乱闘スマッシュブラザーズスペシャル特集、カメメ選手とプロトバナム選手がご来店、お楽しみに。